終鉄の稽古会で最近なぜかマススパーリングをよくやっています。マススパーリングは強く当てないように安全に配慮しながらお互いの技の攻防を練習するものです。要するにマススパーリングで意味をなさないのが終鉄の稽古会の一番こだわっている技の威力なんです。本当に稽古会でマススパーリングをやってるのか、何のためにやりだしたのか、マススパーリングについてどう考えているのかを解説してみます。こんにちは。今日はですね、終鉄の稽古会でスパーリングとか、マススパーとかね、組手についてどのように考えているかということについてお話ししようかと思います。組手というか軽いマススパーですね。実は最近稽古会では少しずつやってるんです。やってると言っても、これを終鉄のカリキュラムの中でやっているわけではなくて、あくまでも正規の稽古の時間の枠の外、時間外に興味がある人、やってみたい人だけがやるという形でやっています。そういう感じでテスト的に始めたという感じですね。稽古が始まる前の本当に、15分ぐらいとか、興味がある人、やってみたい人はやっているという感じです。興味がある人だけやるという形ではありますけれども、会員の皆さんにはできるだけね、参加してみた方がいろいろ得るものが大きいですよっていう感じでおすすめしている状態です。でまず、なぜ正規のカリキュラムではなくて、課外授業的な感じでやっているかというと、これは僕の終鉄を立ち上げた時からの決めていた方針なんです。僕もね、武道とか空手とかを練習してきて、組手の練習とかも結構好きなんですけれども、単純に格闘技の強さということを考えていくと、当然技の威力だけがあっても仕方ないですし、その技を相手に当てる技術とか、相手の攻撃をもらわない技術とか、戦略だとか、やることは本当に多岐にわたるわけですね。そういうことをほとんどの武道格闘技の道場がバランスよくやっておられると思うんです。終鉄に関してはそれをやるのではなくて、ある意味自分の終鉄というところの一点突破、ここを極めたいという一つコアみたいなものを作りたかった。でそのコアは何なのかというと、これがスタートの原点なんですけども、打撃の威力を強くする。とにかくこの一点に集中したかったんです。でなぜこの一点かというと、これはもう本当単純に僕がそうだった。組手の練習も好きですし、戦略的なこととか全部とっても大事だと思うし、好きなんですけども、一撃必殺っていうこのロマン、もうこれに取りつかれちゃってるんですよね。僕立ち上げるという時にこの一点集中、本当にこういう打撃の威力を高めたいという変わった人しか集まらない流派になってもいいんじゃないかなって思って、そういう風にしました。組手も強くなるとかそういうことをやりだすと、打撃力を上げるっていうこの一点集中がね、絶対弱まってしまうんです。ですのでもう専門職のように打撃の威力だけを追求するという、これを原点として終鉄は活動をしていきますし、終鉄で打撃の威力を高めたとしても、もっとそれを試合に活かせるようにしたいとかいう思いがある方は、もうそういう専門家とかね、詳しい先生がいっぱいいらっしゃるので、そういうところで勉強してもらえばいいんじゃないかなと思ってます。部品の一つのパーツだけを作る、そのパーツだけはどこにも負けないっていう町工場みたいなイメージで考えてもらえばいいかなと思います。ですので終鉄に来たからといって格闘技が上手になるとかそういうことは考えてません。そこに至るまでのトレーニングと鍛錬と身体操作によって体が強くなるっていう、
そんな感じで、そういうのに興味があればもう、そういう感じで受け止めてもらってもいいです。とにかくね、技の威力を高めるとかパワーをつけるとか、もうこういう感じでやっていきます。これはこれからもそうしています。じゃあなぜ最近マススパーリングをやってるかというと、秀哲当初は空手の先生とか武道格闘技結構バリバリやってる方の入会者がほとんどだったんですけども、ここ、1,2 年は武道格闘技をやったことがなくて、ただこの体使いを何かこう自分のね私生活とか趣味に生かしたいっていう方がすごく増えてきたので、よりね格闘技色が弱くなってきたんですね。ということもあって体を鍛えていくという要素が強くなってきたんですけども、やっていくうちに武道格闘技に興味がない未経験者の方も実際にちゃんとしたパンチが打てるようになりたいと、そのパンチをもっと深く理解していきたいっていう風にもなってきた。最初ね体を強くしたいっていうだけだった人がやっていくうちにやっぱすごく変化していくんですね。見ていくと僕も打撃力を上げてみたいなっていう風に興味が広がってくる、こういう傾向が見受けられるようになって、そうするとですね、何も武道格闘技をやったことがない人が組手相手と向き合ってパンチを打ち合うっていう、その経験が全くない人がひたすらミットとかを打ち出すと良くない癖が出てくるんですね。要するに実際の攻防をあまりにもかけ離れた想定、距離がね極端に近すぎたりとか、実際の組手であまりにも使い物にならないパンチで自己満足に陥ってしまうと、もうちょっとパンチをね深く理解していきたいっていう風な思いがすごく強くなっていってるのを見ているからこそ、そしたらこういうね武道格闘技やってない方に少しだけでもこの実際の攻防みたいなものを経験してもらって、日頃、ミットに当ててるパンチっていうのはこういう距離感を想定しないといけないんだなとか、例えばこんな打ち方をしてたら相手からパンチを簡単にもらっちゃうんだなとか。ですので、今マススパーリングとかを始めたっていうのは、あくまでも、一番の目的は全くの武道格闘技を経験してない人が少しでもパンチや、キックの練習をやるにあたって現実とかけ離れたものになりすぎないように、少しだけでも頭この実際の攻防っていうのをイメージした上で練習をしていくっていう風にやっていく必要があるんじゃないかなって思って始めたという感じです。身体の最大出力を高める意味での打撃力アップは我々のロマンです。秀哲の目的としてはそれでも十分なんです。しかし格闘技、武道という観点で打撃を追求するなら、最低限の攻防の練習をしておかないと大きな勘違いを生んでしまいます。ですのでこれからもね秀哲の練習で、スパーリングねバキバキやってそれがメインになるっていうことが、全く想定はしていないんですけれども、全く未経験の方でも稽古の時間外に、ライトな攻防とかを体験してみるっていう、それを踏まえた上で、パンチの練習取り組んでみるっていう風に流れを作っているという感じです。でもちろん本当にパンチキックそういうのは全然興味なくて、単純に強い体幹を作りたいですっていう目的であれば、それも全然もちろん大歓迎なので、そういう方はマススパーリングとか無理にやることは全然ありません。それ無理強いすることはありません。鍛えていくとね、自分のパンチを試してみたいとか、だんだん目標がね膨らんできますので、そういう時には攻防というのも、少しイメージしてやってみるのがいいのかなと思っています。秀哲で、マススパーリングについてどういうふうに考えているのかなっていうのを、今の考えをお話ししました。打撃に興味が出た時の理解を深めるために課外学習的にスパーに取り組むこともありますが、組手が強く組手が上手くなるための練習は基本的にはやりません。あくまで自分の身体の可能性を最大化する鍛錬が秀哲で取り組むことです。秀哲は実際武道教室や格闘技教室とは考えていません。実践など人と勝負することを追求していないので、その人なりの目標に向かって自己成長を楽しめばよいと考えています。以上です。ありがとうございました。